よ。相当僕たちやっぱり年いってね、そうですね、50もう見た瞬間にどこの方が来られたぐらい貫禄すごくなってすごいなというようなことになってます。当時はサロマですね。そうですね。サロマから来てくださって、サロマでも寒いでしょ。冬はね寒いですね。氷点下どれぐらい？当時でマイナス30とか。マイナス30で小学校とかを自力で通うんですか？それぐらい寒い日は学校が温まってないので、2時間ぐらいスタートを遅らせるんですよ。暖房が効かないから。でも徒歩でどれぐらいですか？それ10分もかかんないぐらいの距離ですね。むしろね通学は楽しいですよね。道草したりとか。そんな少年期でなぜ建築を始めようとする？これは割とよく言ってるんですけど、実家が工務店で、おじいちゃんの影響が大きいかな。いずれ建築、工務店を継ぐかなぐらいな。学生時代優秀でした？設計は上手でしたね。そうですか。だけどそんな突飛なことを言ってんじゃなくて、割と、カチッとした設計をしてたと思いますね。きちっとしてないと、僕の身体性的にはちょっと耐えられない。そうなんですよ。きちっと咲いてるんですよ。こう見えてすごいんですよ。もうめちゃめちゃ独立も早いですよね。25、6の時ですね。それは実家、後からちらっと話しますけどね、実家の社屋を建て替えるっていうんで、1996年26歳の時に完成したのが、白い箱の集合体っていう、当時ですね、僕は篠原和夫さんのことが非常に好きで、今でも好きなんですけど、その影響が非常に強い作品名になっていて、専門学校で建築を学んだんですけど、あんまりなんていうんですかね、設計の仕方とかをちゃんと教わったことがなかったんだけど、この時は枠組み壁工法で設計しろという社長からの指示でですね。で予算が当然あってっていう建築の当たり前な余条件から設計を始めていくんだけど、この時から間仕切りがない方がいいっていうのはなぜか思ってて、写真が見当たらなくてね図面しかないんですけど、さっきの26歳で初めての建物でその間も仕事はしてたんですけど、あんまりいい建築を作れなくって、それで、モヤモヤしてた時に、自分家を作ろうと思ったんですよね。それで、区形の森っていうこの次のスライドの建物の、最初の案なんですけど、赤い部分が風除室みたいな役割で、真ん中の水色のところが居室っていうかベッドルームと、リビングみたいな、非常にちっちゃな家を500万で作ろうとこの当時思ってたやつです。で敷地が変わって2000年に完成した、当時30歳だった、区形の森という住宅ができて、これも当時で1000万ぐらいで作ったんですけど、自分で現場監督をやり、床暖パイピングをやり、自分でですよ。でペンキも自分でほぼ塗りみたいなことをやってましたね。これもほぼワンルームみたいな家で、ひたすら奥行きを作りたいっていう。だけどそれは何のためかっていうと、細かないろんな理由はあるんですけど、おそらく僕の身体性なんだと思っていて、癖みたいなもんですね。箱型って言いますか、区形の森がありますけども、あれは私が一番最初に五十嵐さんを知った作品だったかなと思うんですが、デビュー作なんで、すごく端正な建築で、当時すごくインパクトがあったんですが、今ちょっと思い返すと、よりすごいなってちょっと思い始めてまして、でこの箱っていうか区形といいますか、それがもたらす意味っていうのが、五十嵐さんに至っ
撮って、まあ、どういうところかっていう、自分で現場やんなきゃいけなかったんでね、誰もやってくれなかったから、まあ、ただ学生の頃から結構グリッドでばっか設計してたんで、なんか馴染んでたっていうのも、まあ、それも多分身体性だったのかなとか思うんですけど、まあ、あと好きなんですなぜか区形がね。こんなのを2004年に作りましたね。これ大阪ですごい覚えてますね。僕五十嵐さんがコンペ取って、僕負けてますからコンペまあこれも劇場ってこういう図式なんだけどみたいなところから始まって、まあそれってなんかちょっと気に食わないなと思って、どっからでも入れてどっからでも出ていけたらいいなとか、線が一本引かれてるだけでこう境界を作れるようなとか。まあ普通は浮き場の溶着をされている工場で、普通の町工場なのになんか面白いことやってくるんですよね。これもでも1000万ですよ工事費。すごくないですか？すごいですね考えられないよね今だとまあ凍結深度っていうのが北海道にあって、まあ、凍結深度札幌は60センチなんですけどね、それより少し深く掘って半地下のリビングダイニングキッチンを作りで、カーテンを閉めなくていい家を作ってくださいっていうリクエストを、まあ、拡大解釈して外部にほぼ窓がないように見えるんだけど光が入ってくるまあ、奥の壁がレフ板になっててでその両サイドから光が入って室内にまあ反射光だけが入ってくる。だから入った瞬間めちゃめちゃ薄暗いです。で1分ぐらい経つとまあ暗さに順応してでそうすると驚くほど空の変化が分かるようになるんですけど、まあ藤本を連れてったことがあるんですけど初めて嫌じゃない暗さを体験しましたっていう、まあ、僕はねなんかあんまり建物のスケールが上がっていかなくてですねずっとちっちゃいものを作ってるんですけどこれは画家の方のアトリエと奥さんがフラメンコをされるってんで鏡とかが貼ってあるんですけどね意識上の奥行きを出したいみたいなことを、まあ、昔からやったんで。そのドアの向こうが部屋なんだけど何かがその先に延々とあるんじゃないかみたいなことを設計したかった建物ですね。今五十嵐さんの説明の中にずっとワンルームっていうのがずっと出てくる。五十嵐さんやっぱここにこだわるその理由といいますか、まあ、工務店だったんで、実家がもう住みながら改修とかされているような経験を子どもの頃何度もしていてでそうするとなんか間仕切りだらけの家だったんですけど壁のボードを剥がすとその時だけ南からの光が奥まで届くみたいな経験をしていてこのままでいいじゃんとかじいちゃんに言ってでもダメだとか言われてでも階段はじゃあどこにつけたいとか言われてじゃあここがいいとか言ったらそこに階段をつけてくれたりとかそういう経験があったんですけど遮る意味がよく分からなかったっていうのがなんか巣になっててほしいっていうか。なんかそういう器だけを作りたいなと思ってて、はいめっちゃ分かるっていうか納得ですかそろそろこんなことなんて考えてほしいなと思うんですけどまあ僕はまあ中央から随分かけ離れた場所にいるので、これはなんかもちろんね何らかの形で残ると嬉しいけど、なんだろうこう資料性があるものにはなってるかなと思ってて、まあ、例えば大学で論文を書くときにね、なんか住宅を題材にして調べ始めると、まあ、過去の例えば住宅特集を全部見るとかやるわけでしょ。でその時に必ず引っかかるようなものを作りたいなと思ってますね。まあ生意気な言い方をさせてもらうとちゃんと感度のある人にはまあある程度引っかかるんじゃないかなと。
なんか月並みなんですけど、多分15年前も聞いててストックしてあるんですけど、まあ結構必ずみんな死ぬので、その間どうこう時間を潰すかみたいなで、そういう意味では建築って最高に面白いと思いますよ。何言ってんだみたいな感じだけど、ぜひ聞かせてほしいんだけどね。建築家ってどうですか？今の僕が思う建築家っていうのは、なんか社会に対して何かを定義するっていうのが最初は僕の認識で入ったんですけど、最近は結構こう一人一人と向き合うっていうのが結局社会に対して向き合うことにつながるのかなと思って、だからまずはこの接種の人とどう向き合えるか、その人をどう豊かにできるかっていうのが建築家にとって僕は大事なのかなって今少し考えている途中です。なりたい？今はめっちゃなりたいです。よかった、素晴らしい。そのままでいいと思うんですよね。ありがとうございます。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございます。